っぱり売り上げが上がらない時期が一時期あってそこはやっぱ辛かったですけど、何かしら英語がもちろんできなければ売り上げ上がらないっていうわけでは絶対にないのは分かってたので。多分皆さんやっぱり一番最初に日本で梶原さんがじゃあどんなことやってたのかっていうのを知りたいと思うので、日本では何してたかっていうと、今ドリーラ公園が2社目なんですけど、1社目が不動産の、オフィス仲介の営業をしていました。借りたい人と貸したい人をつなげる仕事ではあったので、今の人材紹介も仕事を見つけたい人と、こういった人が欲しいというところをつなぐっていう意味では、今の仕事っていうのは違和感なく入れたところではあるかなとは思いました。同期だったりとか同じぐらいの年代の中では結構それなりの成績を出してそれなりの役職を与えられていてそれなりの責任にもあってそこでもさらに成果を出して海外だったような気がするんだけど、そうだよね。そうですね、東京が本社の会社だったんですけども、東京に1年半、仙台支店に1年で、そこからまた転勤があって名古屋支店に1年、で合計3年半っていう感じで、いました。で仙台とか、名古屋っていうのはちっちゃい拠点だったので、支店長ではないんですけども、その営業自体の数字の責任は梶原で持ってねみたいな、そういったところのポジションでしたね。同期が確か30人ぐらい。そうですね、30人ぐらいですね。その中でじゃあ成績、1位。そうですね、1位の時もありました。1位の時もあった。なんか割と日本でもそのまま行ってもいいキャリアが築けそうな感じをすると思うんだけど、なんかどういう背景で海外に行こうっていうふうになったんだっけ？ちょっと全然覚えてなくて恐縮なんだけど。再面接みたいな感じで面接の時そのまま聞かれた気もしますけど、その前職に本当に不満とかは本当になくて、このまま続けててもいいかなっていうところはあったんですけども、やっぱ自分自身をやっぱスキルアップしたいみたいなところは根底にやっぱありまして、英語を使って商談とかしてみたいなっていう憧れもずっと心の中ではあって、で当時はその英語ももちろん喋れなかったんですけども、もし英語喋れたら自分のキャリアとかたくさん広がるなっていうのがあったんですね、やっぱ。でその時に考えたのが、やっぱその勉強とかもちょこちょこしてたんですよ。英語の勉強とか海外サッカーの監督のインタビュー動画とか見て、何言ってるかちょっと字幕なしで見るみたいな、なんかあるじゃないですか、自分でトライみたいなそういうので勉強してたんですけど、やっぱそのワーホリでは行きたくなかったんですね。その時は結構ありまして、やっぱワーホリで行くっていうよりは何かその英語とか自分自身でスキルアップを前提にプラスワンで何かを考えていきたかったので、ワーホリっていう選択肢はなくて、英語を学びつつ自分自身のスキルがアップできるのはやっぱ海外で転職した方がいいかなと思って、その縁もあって、転職内定いただいて、タイに来たっていう経緯になります。日本でそのままキャリアを積んでいっても多分それなりの、成果だったり役職だったり、能力になるなと思ったんだけど、あと一つ何か欲しいなっていうところで、やっぱり将来的な選択肢だったりとか、キャリアの拡張性みたいなところを考えると、英語の能力、言語の能力っていうのが、あった方がいいなっていう判断で、じゃあ今よりもっといいところがあるんだったらそこに行きたいなっていう感じですかね。そうですね、そうです。タイに来て、その決断をして今3年半経ったわけですが、どうですか？来てよかったなって心の底から思いますね。そこはもちろん得たこともたくさんありますし、できなかったこととか、自分自身で気づかない、足りてないところを気づいたところもあるんですけども、もしあの時に海外、このタイに来ずに、あのままの会社って言い方ですね別に悪い会社じゃないんですけど、そのまま続けてたのと今のどっちのこの2個があったとしたら、絶対今来てよかったなって本当に思います。その英語での能力だったりとか、将来的なキャリアを考えた時にプラスアルファ何か欲しいって話だったじゃないですか。そこに関しては例えば具体的に、こういう能力はつきましただったりとか、こういうことは具体的に、できるようになりましたみたいなところって何かあったりしますか？いや難しいですね、それちょっとなんとか力みたいなことですね。やっぱり英語力は来る前に比べたら本当についたと思います来た時は本当に英語は全くできなかったんですけども、今はそのお客様だったりとか、もちろんその第一言語の方はやっぱりちょっと全部は分からないですけども、その第二言語の、例えばタイ人の方とか、アジア圏で第二言語を英語とする方
であれば商談だったりとかっていうところも意思疎通なくできている、実感もありますので、そういった意味では車椅とすごく英語力はついたかなと思います。であとはその社内にもチームにもローカルの対人スタッフがいるので、そういったところのコミュニケーションだったりとか、小さなミーティング、会社全体を良くするミーティングみたいなのがあるんですけども、そういったところでもファシリテーターみたいなところをやって、最初は本当にそういうのもできるとは思わなかったんですけども、そういったところも3年半毎日使っている機会があるとそういうところもできてくるので、そういったところはすごく伸びたなっていうふうに思います。普通に営業力みたいな、商談力みたいなところも、タイがそのアジア全体を統括しているみたいな会社も結構やっぱたくさんあるので、そういった方たちと話す中で今までなかったアプローチの仕方とか、営業力みたいなところも3年半前と比べると、ついたかなと思います。英語力の部分でいくと最初できなかったって話があったじゃん。はい、なんか具体的に俺本当英語にできねえなと思ったエピソードとかってなんかあったりする？なんか皆さんわからないじゃないですかとはいえちょっとできたんでしょ。そうですね、本当にできなかったじゃん。本当にできなかったですね。なんか俺本当に英語できねえなと思ったエピソードなんか本当にいろいろあるんですけども、留学とかもしたことないので、高校までの本当に英語だけの勉強してたので、やっぱその生の英語とか生の英語っていうのは使う英語を使ったことがないっていうかおかしいですかね。ニュアンスは伝わる。ニュアンスは伝わる。英語をその日常生活というか、もうその使ったことがもうほぼなかったので、やっぱり日常会話がもうまずできないっていうのがありました。最初入社して自己紹介あるじゃないですか、毎回。あれぐらいはその事前にインプットしてたんで、もうパチンってかましていけたんですけど、そこからやっぱりその日本人スタッフだって言って、そのやっぱりタイ人のスタッフの方とかも話しかけてくれた時に、その簡単な会話ができないぐらいですかね。でそれはそのアクセントとかの問題じゃなくて、完全に私の英語力の問題で、かつ私もその時やっぱ分からないのが恥ずかしいみたいなのちょっとあったんですよ、やっぱ。でなのでこれ結構いろんな人あるあるなんですけど、ここはあれなんですけど、分からないのに分かったふりしちゃうみたいな、で結局話進んじゃうけど分かんないみたいな、話進んで結局どこまで何をすればいいのかも分かんないみたいなところは、社内のそのプロセスの中ですけども、そういうのは結構思い当たりましたね。思い出しました、いろいろと。確かにね、あったね。とはいえ来てから半年ぐらいで、一応リーダーっていう役職に上がったじゃない。半年だっけ？半年だか9ヶ月ぐらい。そうですね。なんかそれはそういう環境だったりそういうスキルセットの中で、割と短期間じゃないですか、相対的に見ても。でここだけそこまでこう実績出せたっていうのはなんかどういうことをして、英語はできない中でもどういうことをしてこう日本以外の場所で実績を出すことができたっていう実感はある。やっぱなんか売り上げを貢献しなきゃいけないみたいな気持ちは、ずっとやっぱ入社した時からあったので、英語がもちろんできなければ売り上げ上がらないっていうわけでは絶対にないのは分かってたので、そうじゃないところでしっかりと自分の営業数字を作っていったりとか、信頼ある仕事を社内でしてれば社内の円滑なコミュニケーションだったりとか、英語じゃないところでもやっぱりそのみんな見てくれてるなっていうのがあったので、英語が分からなくてもやっぱりそのオフィスの皆さんのサポートがあったっていうのは絶対大きいですね。確かになんか社内の印象でいくと英語ができない、カジュアル英語できないっていうのは皆さん結構集中事実あいつできねえって絶対思いました。人間的に信頼されていたからなんかこうなんていうの協力得られたみたいなところあったかもしれないね。そうですね。海外で働く上で、生活する上働く上でしんどかったこととかありますか？しんどかったことはあんまり思いつかないです。川津さんありますか？しんどかったことだと、正直そんなに思いつかないんですけど、っていうのも初期のしんどかったことって今考えるとそんなにしんどくなかったなっていう感じなので本当にそんなにないんですけど、結構皆さん言えるんじゃないかなと思うのは、しんどい時にあんまり頼れる方が周りにいないっていうのは結構しんどいことなんじゃないかなと思ってます。ですね。例えばなんですけど、26歳ぐらいの時にチョンブリ拠点の、一応責任者という形になったんですけど、日本とかだと結構、しんどい時に同期がいたりとか、
同時期入社の方だったりとか同じ部署の方だったりとか、地元の友達だったりとか両親だったりとかいると思うんですけど、海外だとやっぱり、基本特に来たばっかりの時とか、誰もいないじゃないですか、はい、そういう時はやっぱり相談できる相手がどうしても、当時オンラインの文化もなかったりしたので、電話だったりとかテキストベースの相談になっちゃったりとかして、本当に結構しんどい時は一人で誰にも相談できずに悶々みたいな時は、今思い返すとあったかなっていう感じですかね、はい。なんか梶原はそういうことなかった？一番しんどかったところで言うと、やっぱり売り上げが上がらない時期が一時期あってそこはやっぱ辛かったですけど、その時にやっぱ孤独は感じなかったですね。その時やっぱ一緒に働いてたチームのメンバーだったりとか、社内の対人のスタッフの人にもすごく支えられて、それやっぱ飲み行ったりとか、なんか冗談言って笑ったりあったりとかっていうところで、やっぱ孤独っていうのはあんま感じなかったので、やっぱいいですよね、そこは。そこはすごい支えられたなっていうのもありますし、なんか次逆の時に支えたいなってその時にすごく思いました。なるほど。はい、台湾でも動画の方を配信できればと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。台湾で頑張ってください。ありがとうございます。